皆さんこんにちは。皆さんの生まれて間もない頃は、この世に希望とか期待とか持ってましたか？シャープ1、2で話しましたけどね、私生まれることに乗り気じゃなかったみたいなんですよ。案の定ですね、生まれてからも期待とか全然なくてですね、そんな生まれて間もない私がちょっとしたね、ある不思議な出来事をきっかけにですね、前向きになれた、心に光が当たったっていうね、お話をさせていただこうかなと思います。でこのお話ね、小さい子だけじゃなくて、心が傷ついている動物とかね、自分自身もですし、周りにねいる幸せにしてあげたい人にとってもとってもねいい話になっておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。それでは参りましょう。私はですね、幼い頃から赤ちゃんの時の記憶ってものを持ってたんですね。なので前回の雲の上のお話は大人になってから思い出したので、私の人生の中では記憶の順番が逆なんですけどね、今回改めて頭を整理してみたら、お話の後ってだけあってですね、いろいろ今回のお話辻褄が合うところがありますのでね、その辺にも注目して聞いていただきたいと思います。さて、新生児である私、生まれて間もない私はですね、この日アパートの一室にいたんですね。で、なんとなくそれを感じているっていう程度なんですけれども、ということはですね、病院を出て、生まれた病院を出て、もう家にね何日か住んでいるような感じなんですね。で、私ね、そんなね頃の記憶があるにもかかわらず、怖がりだったからなんだと思うんですけど、分かりませんけど、きっとね、その生まれるシーンはね、記憶からすっぱりねカットされているんですよね。思い出そうとするとね、バシャーンってブロックがかかるようなイメージなんですよ。で、全然思い出せないんですね。で、基本ね、赤ちゃん時代はぼーっとしていることが多くてですね、時に流されるまま、ただねお世話をされているっていう感じで、ところがですね、この日、眠ってたんだと思うんですけれども、目が覚めると同時にというかね、これがきっかけでなんか目が覚めたっていう感じなんですけど、急にね心がねもや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 、じわ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 ってしてきまして、そんでビビビビビーだったんですよ。でね、何のことかと言いますと、高揚感、幸福感っていうものをものすごく感じたんですよ。自分も初めはなんだこの感じ、いつもと違う、いつもと違う、いつもと違うって思いまして、でその原因をですね、必死で探し始めたんですよ。キョロ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 、なんだろうって。でその時ね、初めて気がついたんだと思うんですけれども、自分ねあんまりね目が見えてないみたいで、ぽやーっとしかね見えてないんですね。で、水の中からね見てるような感じで、しかもね抱っこされていて、見える範囲が狭かったんですよ。で、キョロ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 って言ってね、でそしたら右を見れば母親らしき人のね胸のあたりで、左を見れば少し離れたところになんかあるけど、なんだかわからんっていう感じでね、でもね、なんとかこの高揚感のもとを探したかったんですよ。でこのねすっご
ごく、幸せな気持ちにさせてくれてるものね、なんだろうなと思って、目からの情報じゃもうどうしても足りなかったので、ね、感覚なんですよね。体が感じてて、目を覚めて、もともとね眠っててもなんとなく気づいてるぐらいなので、気っていうのかな、ある場所からねなんとなく感じるって思って、ここっていう感じでね、それがこちらだったんですよね。でね、それは母親らしき人で、母親がいつもと違うんですよ、なんかって感じるんですけど、特にねいつもと変わらない様子なんですね、母親ね。でちょっとね考えまして、一旦目をつぶって考えたんですよ。それで服かもなってね思ったんですよ。服がでもなんでって、そうか、色じゃないかな。色がいつもと全然違うんじゃないかなって思ったんですよね。なぜかね。で、じゃあ何色なんだろうなと思って、よくね確かめようとしたんですけど、もう一回ねトライしたんですよね、じーってね。だけど色がねわからないんですよね。明暗とか濃淡ぐらいは見えるんですけど、色がね全然わからないんですね。グレーのね白黒の世界っていうのかな。で結局ね、感覚だけで最終結論を出しましてね、普段はグレーっぽいとかね暗い色でその洋服が、でその日は明るい色で、多分ピンクとか、黄色とかオレンジあたりなんじゃないかなということで、新生児の私ね赤ちゃんなりの結論を出したんです。そしたらねそうやって考えてたら眠くなりまして、ちょっとね悶々としてたんですよね。はっきりとわからなかったのでね。でもそのままねカーって寝てしまったようです。で何回かね、赤ちゃんだから何回か起きたりしてるんだろうけど、次の日あたりだと思うんですけどね、私今日も来てないかなってね期待したんですね。で抱っこされてる感じで、目で見てもよくわかんないから、その感覚でね捉えようとしてるんです、一生懸命。でも今日来てないのかな、なんか昨日とかねその時みたいな高揚感得られないなと思って、でお洋服同じのね毎日着るわけじゃないですから、で次の日とかそのまた次の日とかも毎日ねそれを繰り返したんですよ。で日にちの感覚とかがねはっきりしてるわけじゃないので、赤ちゃん多分寝ていることが多いからなのかよくわからないですけど、なんとなくね3日間ぐらいは期待してたんだと思うんですよ。で今日は来てないかなって思って、最後のね、ぐらいの時に3日目ぐらいの時に今日も高揚感は味わえなかったなっていう感じで、そのうちねもう諦めたんです、その日で、残念だなって思いながら、でももうなんか期待してもなんかね疲れるし無駄だなっていう感じ、そういうような気持ちでね諦めまして、で一旦ねはーってなったんですよ。はーって、だけど待てよって思いまして、そういえば私これから子供時代を送るんだ、そっか、また鬼ごっことかして遊べるんだって
それでね、その時に頭に映像が浮かんでたんですよ。想像ですよね。想像してる時って映像浮かびますよね、頭の中にね。でその時浮かんだ映像っていうのが、小学生ぐらいの数人がですね走り回っている映像というかね、そういう場面というかが思い浮かんでおりました。で今思ってなんか変なんですけど、まだね新生児なので公演デビューとかねしているわけないんですよね。でそんな映像がね、でしかも目見えてないわけですから、そんな映像が浮かぶって不思議じゃないですかねってね思ったんですよ、この動画作っててね。でってことは前世のね記憶の一部であるということになりますよね。このお話信じてくれるかどうかっていうのもありますけども、本来なら知ってるわけないんだから、子供たちがね走り回るとか見たことがないということなんですよね。不思議ですね。でそれでね、それもあるんですけど、そう考えてる時にね、なんでねちょっと思い直したかっていうと、抱っこされてる時って全身を包み込むように抱っこされてるじゃないですか。でこれがねなんて幸せなんだろうって思ったんですよ、改めてね。で、実際ね親はねどう思ってたかは分かりませんよ。だけどその行為自体ですね、全身を包まれるように誰かに全身を預けるっていうね行為がされている方っていうのはもう守られてるっていう感じをね強くね感じられる気がしたんですよね。で子供の時にしかね味わえないような通常はね味わえないような特別な体験みたいな感じで捉えてたんです。でなんて幸せなんだろうこの感じって、それで改めて考えたら、これから子供時代ねもう一回送るんだってことに気がついたんですけども、でですね、だからね心の記憶っていうのが人間には心の記憶っていうのが頭の記憶と別にねあるっていう、ある人がね言ってたんですけども、私もこれはねだいぶね何十年も前にそのことにちょっと気づくきっかけとかがあって、心の記憶っていうのがありまして、で大人というね自覚を持っていたんだと思うんですね。その新生児の時すでにね感覚的に心の記憶はね。でだからね自分がまた子供としての時間を過ごすということをね改めて気がついたみたいな感じなんですよ。でそこでこの世に生まれてきて初めてこれから生きていくってことに希望とかね期待を持てたんですよね。子供の遊びができるぞとかね、守られる立場になるんだって感じでワクワクしたんですよね。そんな体験だったんですけれども、だからね私がねこの世に生まれて初めて意識がねはっきり覚醒したきっかけっていうのが多分このピンク色なんじゃないかなって思うんですよ。でほら色もわからなかったなんですけど、感覚でビンビンに感じ取っていた色から発するパワーみたいなものね。で
もう一つ説としては、その日だけですよ、母親が愛情をくれてたってねいう結論だと、なかなか寂しいじゃないですか。悲しいので、それは省きます。はい、そうでないと信じたいので省きます。で、どちらかだとは思うんですよ。母親からいつもと違う気を感じてたのでね、だから母親の感情じゃなくてですね、おそらく洋服の色、その時赤ちゃんの時もそんな風になんとなく感じたので、多分色のことだったとは思ってます。自分でも確信に近いぐらい思ってます。で、今思うんですけどね、色がよくわからない人にも有効だなって思ったんですよね。ワンちゃんとか猫ちゃんも色もね全部見えるわけじゃなさそうですよね。で、明るい色からね発するなんかプラスのエネルギーみたいなのが大事なのかなって改めて思いました。だからね、ワンちゃんとか猫ちゃんとかにも有効だと思うし、自分たちにもいいはずなので、ぜひねこれ改めて皆さんにお伝えしたくて、で生活の中にね明るい色を取り入れた方がねいいんじゃないのかなって、お得なんじゃないかなって思いました。で、特にピンクで濃くなくてもいいと思うんですよね。パステルカラーのピンクとかね、心が休まるようなピンク、心地いいっていうのが結構大事ですね。音楽とかもそうなんですけど、現在はね幸せを感じる色って言ってピンク言われているので、もしかしたら科学でももうとっくに証明されてるのかな、かもしれないですね。皆さんちょっと調べていただきたいですけども、それでね赤ちゃんってね喋れないから周りにはわからないかもしれないですけど、不安だらけなんだと思うんですね。生まれて間もない赤ちゃんとかってね、で自分でどっか移動したりとかももちろんできないですし、だから嫌な記憶にならないように記憶を消してしまうのかなって一般的には、そんな風にねちょっと今回考えましたね。なんか上のね力、不思議な力でね記憶を消しちゃうのかなって。だから多くの人はね忘れてるらしいですね。今回もググってみたんですけれども、多くの人が、3歳ぐらいまでかなの記憶があまりないっていう風に書いてありましたね。だから、そういうことでね忘れさせられているんだろうなと。で、生まれる瞬間とかもめちゃくちゃ怖いでしょうしね。だから記憶思い出せないんでしょうね、ブロックかかって。で、そんなね赤ちゃんとか心が傷ついたね訳ありの動物だったりとかねの周辺にとかぜひね色取り入れてほしいっていうのはもちろんなんですけど、大人の方にもね本当気持ちがね浮ついて不安でもうパリピで落ち着かないなんていう人には、使えるのではないかなって思うんですよね。で、実はねこれねもう一つお話がありまして、もう一つのね自分の体験からすごくね強くね実は思っております。で、それがどんな体験だったかというとですね、私小学生の時代にはねですね昭和のねのんきな暇人のねお嬢ちゃんだったんですね。で小学生ぐらいの時に不思議なことに興味が湧いていて、そしてですね、4年生ぐらいからだったかな、毎日のようにねコック
くりさんをしていた時期があったんですよ。で本当はねエンジェルさんって言うんですけど当時、それがねこっくりさんと変わらないものだっていう認識がね薄かった。うっすら気づいてた気づいてたような気もするけど、で高齢術ですからかなり危険なんですけども、エンジェルさんだから大丈夫だよねみたいな感じで多少ね、ビビりながらも自分に言い聞かせてしまってやってたんですけど、でそのあたりからだと思うんですよ。ずっとねなぜかピンクが嫌いだったんですよ。でね小学生ですよ。周りのね女の子たちピンクが好きな子ばっかりだったんですよ。なんか何色がいいですかとかね、なんか聞くときはあったんですよ。でその時にピンクピンクみたいな、ピンクが取り合いみたいな感じの状況があって、クラスでなんでって女の子みんなピンク好きなんだ。でなんで私こんなねピンクを嫌いなんだろうって。嫌いなんですよね。どっちでもいいとかじゃなくて毛嫌いしてるんですよね。だから自分でもね不思議だったんですよ。みんなが好きなものなのに自分が好きじゃない、むしろ嫌いみたいな感覚が不思議だったんですよ。だからねもしかしたらもうすでにね変なものがついてたのかなと、私に。でその時期ね思い返してみたら高熱とかもやたらと出てたし、でも実際はね何かわからないんですけどね。でもね結局ねピンク嫌いっていうのは大人になってもずっと続いてました。でピンクをねいつ受け入れるようになったかっていうことなんですけど、今はね普通に受け入れてます。ではっきりねいつって分かんないんですけど、子供たち、になんかピンクのものを選ぶとか、なんか自然にねやっぱり人のためなので選んだりとか、あとはね子供番組とか子供が見ているアニメとか子供番組って自分もね家事をしながら横目で見てたんですよね。よくもう本当にしょっちゅう見てました。でそれがまた綺麗な世界なんですよ。基本的に心洗われるかもしれないですね。子供番組ね。そういう方法もあるかなで見てたりして、でそういう純粋なねものに触れ続けて心が洗われていったんじゃないのかなって、なんかそんな気もしますね。あとね動物ですね。やっと念願のワンコお家で飼えることになったりとか、そういうこともあったんだと思いますね。でそのぐらいからですね、なんかピンクいつの間にか普段でも自分でも買うようになったりとか、昔のようにね毛嫌いはねしてません全然。で実はねやっぱり人間ですからいろいろありますけども、私がねそれまでのねで一時期ねすごいひどい心の状態の時があってですね、もう海のね深い海の底にいるようなね感覚の時があったんですよ。でそこからねイメージなんですけど暗い深い海の底から上を眺めると太陽がですね水越しにゆらゆらと小さい明かりが見えてるっていうイメージなんですよね。で結論をね言いますとですね、今になって思うのはピンクを毛嫌いしてる時って心が傷だらけとかね壊れてるとかね、そういうことだったんじゃないかなって思うんですよね。で先ほども言いましたけど、おかしなものがね、くっついてたらねどんどんおかしな方向へ引っ張っていく、引っ張ってたんじゃないかななんてちょっと思います。だからかなり危険ですよね、もしそうだったらね。なのでピンク色は私の結論ですけど、
心のバロメーターだなって自分では思っているんです。心が一定の合格ラインみたいなものを超えていれば、そんなに毛嫌いまではしないのかななんて思っていて、自分ではですね。というわけでね、今日のお話のテーマは色って感じかな。で最初に言うとネタバレかなと思ってね、今頃ですけど、美しさを感じる色、人ってね、心がどん底の時ってあんまりねカラフルなもの選ばない気もしますよね。どうでしょうね。だけど反対に心がもうパリピーの時ってカラフルだけどなんかどぎつい色を選ぶとかね、パキッとね、はっきりしている色、どうでしょうね。多分なんですけど、感覚的には理想的な状態っていうのはパステルカラーとかね、朝焼け夕焼けのマジックアワーとかって呼ばれるね、時間帯の綺麗なね空の色とかそんな色がね心を癒す色なのではないかなと、そういうのが綺麗だなと思ってる時っていい状態なのかなって気がします。自分の経験でそう思います。でね、例えば今あなたはどんな色がお気に入りですかみたいなね、質問があるとします。インテリアだったり服だったり、次の3択から選んでみてねみたいな。1、暗い色。2、カラフルで原色に近い派手な色。3、淡いけど、カラフル。さあどれなんだいってね聞かれたら、どんな雰囲気を選んでるかで心の状態がね、頭ではねなんかこう理解できそうですよね。そう思いませんかね。ただね、自分も海の底にね心がねいるような感覚の時があったのでわかるんですけど、何色に癒されるのかわからないんですよ。そういう時ってもう心がねまともなゾーンにいられてないレッドカードの時って空の美しさが感じられないんですよ。私にもそんな時がありましてね。で頭ではね理解してたんです。多分これは美しいんだろうなーって、空を見て、マジックアワーですよ。空を見てね、多分これは美しいんだろうなーって頭で理解していて、で心は何の感動もしてない、わからないんですよ。心の底から何も感じられない美しさが、っていう体験があったので、だから色はね心のバロメーターなんだなって今はすっごく自分の体験で思っております。でね、ここまで話しといて、その心がね今はね太陽の元に来てすごい明るい気持ちになってるんですけども、心がね太陽の元に来られる方法をね何にも言わないで終わるっていうのもなんなので、もう一つねおまけで私の経験の一つくらいはねついでにお話ししておこうかなと思います。私がねこんな風にねイエローやらレッドカードみたいな症状が見受けられた時、まずねいろいろね試してみました。明るい色、美しい音楽、自然に触れるで、土いじりねかなり良かったですね。でいろいろねあるんですけど、そうやって心にね栄養を与えるっていうのはもちろん大切だと思うし、もうどんどんやったらいいと思うんですけども、相当ねこの次に言うことこれやるとねかなり効果的だったっていうことが一つあるんですけど、でそれは何かっていうと感謝。全てのことに
感謝することでね、もちろんこれはですね自分で思いついたわけじゃございません。江原さんの本で学んだ一つの方法なんですよね。感謝せよってなぜなのか、感謝の気持ちを持つとですね、謙虚なね気持ちが芽生えるからかなと。で自分にとっても、ね、それがねとってもいいと思うんですよね。で不思議な世界ではね、何に対してかちょっと忘れちゃったんですけど、感謝をすると精霊が生まれるってね言ってる人もね、不思議系のその YouTube のねちょっとこの人本物かもしれないぞって思っている人がね言ってましたし、であとね江原さんもね確かね龍神様とかにも感謝の気持ちを伝えましょうって、言ってたと思います。でその理由はですね、一応お話ししますけど、生き物たちのためとか地球のためとかに自然霊たちがねけなげに植物を育てているのだとか、で例えばですね、龍神様だったら天候を操って雨降らせてくれるとかね、だから食事をいただく時も自然を育ててくれている目に見えない存在に感謝をしますって感じで、であとね他の不思議能力者さんね、これも YouTube で翔平さんだったかな、ちょっと、今はっきりメモするの忘れちゃったの番組だったと思うんですけどね、ニートの知り合いのすごい能力者さんの方がおっしゃってたのが、その良い妖怪さんたちがあれやこれやとね木とかを植物を育てているんだよという、自慢話みたいなことを音声に浸かりながら話してたらしいんですね。そういうお話があるんですけれども、気になるよね。もしじゃあ後で分かったら概要欄にこの人のチャンネルですって貼っときますね。で信じない方もたくさんおられるだろうから、せめてね、地球、太陽とか海とか大地とか風に、地球に感謝で、あとは野菜、植物とか動物のお肉もね、で食べる自分のために命を犠牲にしてくれたっていうことへの感謝で、あとは汗水流してね、暑い中とかね大変な思いして働いてくださった農家の方々とか、自分の口に届くまで携わってくださった方々に感謝、この3つですね。地球、植物、農家の皆さんなどなどっていうことで、これをね毎回ご飯食べるたびに最低限これだけでも感謝の気持ちを持つ。これって当たり前っちゃ当たり前なんですけどね、みんなそこまで考えないでいただきますって感じでね、言わないよりはマシなんですけども、もっとね気持ちを込めて感謝をしてからいただくみたいな習慣をつけていく、するとですね、いかに自分が今まで傲慢な生き物だったかっていうようなことにね気づけたりするんじゃないかなって思うんですよ。でそれで続けていくとね、謙虚な気持ちとかが芽生えてきて、でそうするとパリピのからの脱出も夢じゃないかもしれないですよね。心の落ち着きがね芽生える第一歩なのかもしれないなって思います。で謙虚だとね心がね癒されていくのではないかなってそういうふうにも考えます。周りにね振り回されなくなるかもしれないなって。謙虚だと無駄な欲が減る気がしませんかね。小さなことにも感謝できるような人間になっていくわけですから
無駄な欲が減るような気がするんですよね。でまあ今回は自分の体験したね一つの方法だけお話ししてみたんですけどね、私はねこれだけでもかなり心は洗われました。こういうことをいろいろやっていくうちにですね、太陽のもとに出てきてキラキラーンってね気持ちがいいわけですよ、太陽のもとにいるって。もしねなんかちょっとでもねイエローカードとかねレッドカードを感じたっていう時はね、本当にね自分でねセルフケア頑張ったらいいんじゃないかな。なんかやっぱりね人に頼ってるだけだとどうしてもね最後ね出てこれないっていうかね、やっぱり自分の強い意志っていうのが一番お祓い効果もあるらしいんですよ。自分の強い意志っていうのはお祓い効果もあるよって、一番のお祓い効果だよって江原さんも言ってましたしね。そう、自分の気持ちどうしたいんだ、明るい元に行きたいんだみたいな気持ちをねもう思うとか紙に書いても貼っとくとかねわかんないけどそんなところでねちょっとでもお役に立ってくださったらいいなと思ってお話ししてみました。暗黒時代をね、で、今回はねこんなところなんですけどもでねまた一つね余談なんですけど、赤ちゃん時代を思い出してる時に思ったんですけどね、裏若き乙女たちってなんか時折お姫様抱っこに憧れるみたいなことってありませんでした？なんか昔はね巷でよくね耳にした気がするんですよね。でもしかしたらそれはこのね赤ちゃん時代の頃に誰かにねこう全身くるまれてこう抱っこされてね受け止めてもらってるみたいな経験があるから、その安心感、絶対的な安心感みたいな感覚、感覚ですよね。実際に全てをね受け止めてもらってるわけじゃないかもしれないしね、それは分かんないですけど、でも感覚としてはそういうのあるんじゃないかなと。で思い出して、その時の感覚を思い出して、この人にね全てを包まれたいみたいな、守ってほしいみたいな、なんかそういうね気持ちが湧いてくるのかなっていうふうに思いました。くれぐれもお姫様抱っことかね意外と危ないかもしれないので、ぎっくり腰とかね気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。全てあくまで個人の意見です。行動は自己責任でねって感じでさあ、では今日はここまで。さーて次回のココナオさんは、私が赤ちゃんの時に体験した怖いこと心霊を含みますをお話ししたいと思います。それでは皆さんさようなら